はい、水耕者の高見です。今日はこのアリシ口のみんなこのアリの角度とかね、アリの墨の付け方、アリのこの寸法のバランスっていうのを説明したいと思います。でこのアリの寸法ね、別に、なんか決まった数字とかあるわけではないんですけれども、一応、日本の中で、ある程度みんな統一して使っている寸法がありますんで、今回私の経験とですね、それで使われている寸法をもとに一つの基準の寸法を指し示して参考にしていただければいいかなと思っています。はい、まずやっぱり、このアリのこの角度ですよね。このアリの角度、非常に面白い計算の仕方をしていきます。で基本的にはこのアリの大きさですよね。まずアリの大きさっていうのが、この材料の幅に対して、この材料の幅に対してこのアリの首ですよね。このアリの首を、4分の1から、3分の1ぐらいにしてください。ね。はい、で例えばこれが100、W が105ぐらいであったらですね、このアリの首が30ぐらいになるというふうに、計算していきます。でこの30で何を意味しているかというと、この差し金の、この1枚分ですよね。でこの差し金を1枚分っていうものを利用することで効率よく墨をつけていくこともできますんで、そういうのが一つの基準の寸法になっています。しかしですね、あまり小さいと弱いですし、大きすぎると相手側の欠損も大きくなりますんで、必要最小限、最大公約数を取ってですね、4分の1とか3分の1の大きさを使っていきます。そしてこのアリのこの首の長さですね、この長さなんですけど、これ大体いつも18ミリから24ミリの間を採用しています。でこれどこまでも大きくしていいんですけど、大体この相手側のですね、この同じ位置に舗装穴が来たりしますんで、無限に大きくするということは非常に欠損が大きいということにもなります。さらに大きくすればですね、もちろんこの相手側の材料もなくなってしまいますので、この一番必要最小限に機能する長さっていうものは必要になります。僕はだいたい24ミリにいつも設定してます。これは8分っていう寸法になるんですけど、そういうのを基準にしています。でこれはこの材料の幅が大きくなったとしても8分で十分です。なぜならですね、この大事なのはこのアリのこの、側面ですね。側面の力がこの相手に伝わるということが最も重要なので、それの最小限が18ミリ、で24ミリぐらいまで持っていくと非常に強固なものになるというふうに計算しています。はい、で、最も面白いでこのアリの角度ですよね。アリの角度が、だいたいこの場合30ミリを使用するならば、30ミリっていうのが1寸っていう世界になるんですけど、1寸を利用した時に、まずこの芯墨とこのアリのこの部分が交差するね、この位置から1寸の場所を裏目の1寸ですね。裏目の1寸を取ります。裏目の1寸というのは、この裏目の1寸というのは1寸かけるのルート2ってなります。でこのルート2、この裏目の1寸のところからこのアリの首へ向けてですね、差し金を引いていきます。でと、これ実際にこういうふうに書いてみると、これが芯墨になります。そしてこれが
アリ首の形になりますね。でここをワン刺し金ね15ミリ大体にして、でここのこういうふうにしてね、はい、ここが1寸ですから、次ここが裏目の1寸になります。裏目の1寸というのは1寸のルート2ですよね。でこの裏目の1寸から勾配をこう取っていきます。そしてここから24ミリ取りまして、こうすると、針を書くことができます。でポイントは、いつもこの裏目、この針首の長さに対して裏目の寸法を取るということで、角度を一定にね、どのような材料でも角度を一定に保つことができる。つまり、角度を一定に保つように、一つのテンプレートを作れば、それで問題はないんですけれども、刺し金で、そういうふうな調整をしてですね、いろんな材料に対応することができるということになります。で、もう一つ注意しなければいけないのが、この針の、これ押し肌と言われる場所、それから針の、先ですね、です。これ非常に重要で、この基本的に墨をつけるときはこの、側面っていうものは信用できません。いつも私たちはこの芯墨と呼ばれるものを信用していきます。ですからこの針の押し肌、それからこの針先っていうものをいつも芯墨から計算していきます。つまり、ここから計算して A でここから計算して B というふうに計算します。そしたら、これが、O の方の材料ですね。でこっちが凸の材料になった時に、この今存在しない、ね、この材料を作る時に存在しない、こっち側の、この芯墨をここにあると仮定して、そこから同じように、同じ B もしくは A っていうものを測ってここを書いていきます。ということはですね、合体した時にここの芯墨から、ある一定の距離が確保されていたら、このお互いの材料が、きっちりと正しい位置にあるというのが確認できます。で大体いつもはこのね、芯墨、この芯墨とこの芯墨は今同じだと仮定しています。でこの芯墨からここまでを大体5寸とかいうふうに決めてここにマークしておきます。はい、だからこれ合体した後、その寸法がですね、もちろん仕口の形が合っている必要は絶対あるんですけれども、合体した時に、適切な場所で、ちゃんと結合できているかというのを確認することができます。つまり、合体した時にこの芯墨からこの緑の基準線、ね、自分が決めた基準線まで、今5寸って設定しますので、ちゃんと5寸になっていれば適切な場所で、結合できているというふうに考えることができます。基本はですね、全てこの基準線、芯墨ですね、芯墨から全て測っていく一つ。それから、この針の大きさというのは、この材料の、幅に対して4分の1とか3分の1を目安にしていきます。そしてこの針の首は18ミリから24ミリになります。そしてこの角度ですね、この刺し金の裏を使ってですね、いつも一定に保っていくということをしていく。そうすると一般的な針を作ることができますし、これはどのようなサイズのですね、材料にも利用できる考え方になるかなと思います。これ参考にして、皆さんもっと木工を楽しんでいただけると面白いと思います。
何か、皆さん木工に関してですね質問があったらコメント欄に寄せていただいて、動画にしていきたいと思いますので、楽しみにしていてください。じゃあ一緒に、素晴らしい木工の世界を楽しんでいきましょう。